はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語18です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。このシリーズももう18回目になりました。1回目からずっと見続けてくれてる方は皆さんのリスニング能力とか話す力というのがだんだん上がってきたんじゃないかなと思います。どうですか？今日のテーマは撮影許可です。動画や写真などを撮る前に相手に撮ってもいいかということを尋ねます。これを撮影許可を取るとか撮影許可をもらうと言います。今回は神戸、金沢、京都の3カ所で撮影した3種類の動画を使って撮影許可に関する表現を一緒に学びましょう。一般的に自分が購入した商品とか注文した料理自体を取ることはあまり問題にはなりません。多くの店ではそれは OK というふうに言ってくれる場合が多いです。でもそれ以外のもの、例えば店内の全体の様子とか自分が購入していない商品とか店員さんの顔とかそういうものを撮影する場合は撮影の前にいいですかと聞いた方がいいです。お店によっていろいろな撮影のルールがあります。今回使う3種類の動画の中で私とスタッフの方は事前にセリフを用意していません。日本人同士の本当に自然な会話です。そのため最初は少し難しいとか早すぎると思うかもしれませんが大丈夫です。今日の練習の動画を最後まで見れば全体の内容が理解できるはずです。ぜひ挑戦してみましょう。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。今まで実用日本語シリーズを見たことがある方はこの今日の練習の流れの説明は飛ばして直接練習から始めてください。最初に動画を1回見ます。この動画は日本語の字幕がない動画です。この時点で何もわからなくても大丈夫です。全体の雰囲気とか流れを把握してください。次に私からキーワードを提示します。このキーワードに注目してもう一度同じ動画を見ます。その後私から重要な部分について解説をします。それからもう一度同じ動画を見ます。この時は日本語の字幕がついています。それぞれの話の内容をもう一度ここで確認します。そして最後に日本語の字幕がない動画を見ます。一番最初に字幕がない動画を見た時、全くわからないと思った方も最後に字幕がない動画を見た時にはある程度内容が理解できているはずです。こうやってだんだんわかるようになっていく過程を経験してほしいんです。それでは早速練習を始めましょう。まずは1つ目の場面、神戸で撮影したこちらの動画を見てみましょう。私はロープウェイのチケットを買うために窓口へ行きました。そこでスタッフの方がチケットについていろいろと説明をしてくれます。その様子を私は動画に撮りたかったので、ここで撮影許可をもらいました。そのような場面です。それでは一度動画を見てみましょう。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、どうでしたか？ではここで私からキーワードを3つ提示します。こちらです。動画。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい。それではこのキーワード3つに注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。どうでしたか？大丈夫
というキーワードとても重要なんですが、聞き取れましたか？それでは続いて重要な部分について私から解説します。最初に私からスタッフの方に言ったセリフ。動画撮っても大丈夫ですか？いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。ここでの動画はビデオに置き換えてもいいです。ビデオ撮っても大丈夫ですか？動画撮っても大丈夫ですか？両方同じ意味です。また動画以外に写真を撮りたい場合は、この動画の部分を写真に置き換えれば OK ですね。写真撮っても大丈夫ですか？このように聞きます。今回は動画ですね。動画撮っても大丈夫ですか？いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。そしてここで重要なのが、撮っても大丈夫ですかという表現です。大丈夫ですかの代わりに、いいですかとか、OK ですかという表現もよく使われます。動画撮っても大丈夫ですか？動画撮ってもいいですか？動画撮っても OK ですか？前の部分には動詞の定型が入ります。今回は撮るという動詞の定型、撮って、そして撮っても大丈夫ですか？このような形で接続をしています。自分がそれをしたい。で、相手にいいかな、大丈夫かなというふうに確認をしたい。そのような場面の時に使います。動画撮っても大丈夫ですか？いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。また、撮るという動詞以外に撮影するを使ってもいいです。同じように定型を使うので、撮影しても大丈夫ですか？撮影してもいいですか？このように言います。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。そしてスタッフの方はこのように答えました。全然大丈夫ですよ。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。さっき私が相手に尋ねるときは大丈夫ですかと言いました。かは疑問の形ですよね。で、今回相手が答えるときは大丈夫ですよと言いました。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。この最後のよというのは相手が知らない情報を伝える、教えるという意味があります。今回の場合だったら、私はここで動画を撮っていいかどうかまだわからない状態です。そこでスタッフの方が大丈夫だということを教えてくれます。そのように教える、伝えるという意味があるので、ここでスタッフの方は大丈夫ですよと言いました。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。そしてもう一つの問題、全然の使い方です。教科書で勉強する全然の使い方は、全然何々ないというふうに後ろに否定の形をとりますね。全然わかりませんとか、全然足りないというふうに、ませんとかないといった否定の形を後ろに置くのが基本です。でも最近は全然の後ろに否定の形を置かない場合が増えてきています。例えばこのような会話があります。これ使ってもいいですか？ああ、全然いいですよ。全然使ってください。この全然の使い方は後ろに否定の文がないので間違いかなと思ってしまうんですが、実際には日本人はよく使います。だんだんそのように使う人が増えてきています。なので今後はこのような全然の使い方が普通になるんじゃないかなと思います。今回ね、スタッフの方も全然大丈夫ですよと言いました。これは全く問題ないです。完全に大丈夫ですというような意味です。全然大丈夫ですよ。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。そして私はこのように言いました。ああ、大丈夫ですか。ありがとうございます。いいですか？
動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。相手が大丈夫ですよと教えてくれて、もう一度確認のために大丈夫ですかと聞きました。そして最後に感謝の言葉を言いました。ありがとうございます。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。はい。それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今重要な部分について解説をしたので内容がわかるはずです。挑戦してみましょう。それではどうぞ。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。はい。どうでしたか？動画とか大丈夫ですよといったキーワードが聞き取れましたか？それでは続いて字幕がない動画を見てみましょう。今、重要な部分を全部把握したと思うので、字幕がなくてもわかると思います。ちょっと頑張ってみましょう。では、どうぞ。いいですか？動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。はい。それでは続いて2つ目の動画を見てみましょう。こちらの動画は金沢で撮影しました。金沢の雑貨店での様子です。この店で撮影を始める前に私は動画を撮ってもいいですかと聞きました。で、店長さんは動画を撮ってもいいと言ってくれたので撮影を始めたんですが、途中で名刺をもらいました。で、その名刺を自分の YouTube で公開してもいいかどうか相手に尋ねます。そのような場面です。それでは早速字幕がない動画を見てみましょう。最初は内容がわからなくても大丈夫です。全体の流れを把握してください。それではどうぞ。これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？はい、どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？ではここで私からキーワードを3つ提示します。こちらです。YouTube 載せても大丈夫ですか？ YouTube チャンネル。はい。多分 YouTube は皆さん聞き取るのが簡単なんじゃないかなと思います。よく聞く名前ですよね。そして2つ目の載せても大丈夫ですか？大丈夫ですかはさっき1つ目の動画で見ましたよね。いいですか？大丈夫ですか？と相手に聞きます。で、今回のポイントは載せるという動詞が使われている点です。それではもう一度動画を見てみましょこれ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？う。はい。それでは続いて重要な部分を私から解説します。日本の一部分のお店では写真や動画を撮ることはいいけれど、それを SNS で公開するのはダメというルールを持っている場合があります。なので皆さんが一般公開しているインスタグラムのアカウントとか TikTok とか YouTube とかそういうものがある場合はお店の方にちょっと聞いてみた方がいいと思います。まずは最初の私のセリフです。これ YouTube に載せても大丈夫ですか？これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？これというのは私がもらった名詞の情報ですね。で、続いて載せるという動詞を使ったこちらの表現。YouTube に載せても大丈夫ですか？これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？何に載せるという表現。載せるというのはここでは掲載すると同じ意味です。例えば新聞とか雑誌とかそういった書籍も含まれるし、今だったら SNS、例えば YouTube、Instagram、TikTok などそういったものも含まれます。そこにその写真とか動画をアップロードして公開することを指します。これ YouTube に載せても大丈夫ですか？これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？後半の部
部分、乗せても大丈夫ですか？でも大丈夫ですか？というこの部分はさっきも見ましたね。動詞の定型プラスもう大丈夫ですか？もういいですか？という形です。乗せても大丈夫ですか？乗せてもいいですか？どちらを使っても構いません。また、掲載を使うんだったら、掲載しても大丈夫ですか？掲載してもいいですか？そして、公開するという動詞を使うなら、公開しても大丈夫ですか？公開してもいいですか？このように聞きます。これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？そしてスタッフの方はちょっと声が小さかったんですが、あ、はいというふうに答えました。これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？その後私はもう少し詳しい説明をしました。自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？今回は YouTube だったので YouTube チャンネルというふうに言いましたが、TikTok とか Instagram の場合はアカウントの方がよく使われると思います。例えば、自分の Instagram のアカウントがあって公開しても大丈夫ですか？自分の TikTok のアカウントがあって公開してもいいですか？このように相手に聞きます。これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？はい。それでは続いて日本語の字幕がある動画を見てみましょう。今、重要な部分について見てきたので、ある程度内容が聞き取れるはずです。では、挑戦してみましょう。どうぞ。これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？はい。いかがでしたか？では、続いて字幕がない動画を見てみましょう。最初に字幕がない動画を見たとき全然わからなかった方も、今字幕がない動画を見たらある程度内容がわかるはずです。挑戦してみましょう。では、どうぞ。これ YouTube 載せても大丈夫ですか？私自分の YouTube チャンネルがあって大丈夫ですか？はい。それでは3つ目の動画を見てみましょう。3つ目の動画はこちらの京都の西陣会館で撮影したものです。西陣会館は京都の西陣織について学んだり商品を購入したりできる施設です。私はこの西陣会館に入って受付の人に撮影について尋ねました。それではまずは字幕がない動画を一度見てみましょう。ではどうぞ。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい旗であるとかは、はいお知らせいただいても大丈夫。そうなんですね。商品以外は。わかりました。ありがとうございます。はい、どうでしたか？何か聞き取れたキーワードはありましたか？ではここで私から重要なキーワードを4つ提示します。こちらです。すいません。館内。撮影。商品以外。はい。では、このキーワード4つに注目して、もう一度同じ動画を見てみましょう。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい旗であるとかは、はいお知らせいただいても大丈夫。そうなんですね。商品以外は。わかりました。ありがとうございます。はい、どうでしたか？最初のすいませんとか商品以外など何か聞き取れたキーワードはありましたか？では続いて重要な部分を解説します。まずは私が相手に話しかける場面です。すいません。この館内って撮影することはできますか？すいません。
この館内って撮影することはできますか？相手に話しかけるとき、よく使われる表現が、すいませんとか、といった表現です。すいませんは、すみませんとも言います。すいません、すみません、両方とも同じ意味です。すいませんの方が少しカジュアルな印象を受けますが、どちらを使っても構いません。相手に話しかけるときによく使います。もよく使いますね。その時の動作としては、例えば、とか、というふうに、このような仕草、動作がよく見られます。今回私は両方使いました。すいません。この館内って撮影することはできますか？すいません。この館内って撮影することはできますか？ここで出てくる館内というのはこの建物の中という意味です。この西陣会館は会館ですね。館がつきます。なので館内と私は言いました。他にも館内を使うものとしては、例えば美術館とか図書館、博物館とか、そういったところは館内と言います。でも、例えば雑貨店とかレストラン、カフェとか、そういった場所の場合は店内と言います。そこで物とか食べ物などをお金をもらって提供する、そういった店ですね。店の場合は店内と言います。また、館内、店内の他にもう少し共通した簡単な言い方だと、中があります。例えば、この中とか、店の中とか、建物の中というふうに中を使ってもいいですね。今回私は館内と言いました。すいません。この館内って撮影することはできますか？すいません。この館内って撮影することはできますか？そして後半の部分、撮影することはできますか？同じような意味で他の表現は、例えばこのようなものがあります。撮影できますか？撮影してもいいですか？撮影しても大丈夫ですか？今回私は撮影することはできますかと言いました。すいません。この館内って撮影することはできますか？そしてここでスタッフの方が2人登場します。1人は女性、もう1人は男性です。最初に女性の方が私に一言言いました。商品以外は。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はいご撮影いただいてもあ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。そして女性が商品以外はと言った後に男性のスタッフがまた他のことを言いました。なので女性のスタッフの話は以外はの部分で終わっています。でもし完全な文で話すなら商品以外は OK ですとか商品以外は撮影してもいいですよとかそういった会話が後に来るんじゃないかなと思います。今回はね、途中で終わっています。商品以外は。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はい。ご撮影いただいてもあ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。そしてこの女性が話を言い終わらないうちにもう一人男性のスタッフの方が話を始めました。旗であるとかはご撮影いただいても大丈夫です。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はい。ご撮影いただいてもあ、
そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。この部分はちょっとスピードが速くて聞き取りにくいと思いますね。まずは旗という部分です。ここは西陣会館で西陣織を作る工程が学べる施設です。その旗というのは伝統的な織物を作るそのような機械ですね。それを旗と言います。具体的にはこのようなものを旗と言います。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はいご撮影いただいてもあ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。ここで女性と男性の話を合わせて考えると、この西陣会館で撮ってもいいのは旗とかその他のもの。撮ってはいけないものは商品です。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はいご撮影いただいてもあ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。この理由についてはおそらく商品には値段がついてますね。このポーチは何円とか値段がついているので、そういう値段が映るのはちょっと良くないというもの。あとはこのお店で何を売っているのかというのをもしかしたら公開したくないかもしれません。お店によってね、いろいろな理由がありますよね。それでこの女性スタッフと男性スタッフは私にこのように言いました。ではもう一度男性スタッフの会話をちょっと見ましょう。旗であるとかは、ご撮影いただいても大丈夫です。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はいご撮影いただいてもあ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。ここでの旗であるとかのとかという表現、これも会話でよく使いますね。一般的には A とか B とかというふうに複数の例を出すときにとかを使います。今回は旗であるとかというふうに一つだけ例を出しましたが、例えば旗とか工程のパネルとかそういったものは大丈夫ですというふうに A とか B とかというふうにね、とかとかというふうに使います。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はいご撮影いただいてもあ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。そして後半の部分、ここでは敬語が使われています。ご撮影いただいても大丈夫です。この後半の部分で使われているご何々いただくという形。ご以外にを入れる場合もあります。いただくというのはもらうの謙譲語です。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はいご撮影いただいてもあ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。をいただく、ごをいただくという形、他の例としては例えばこのような言い方があります。お待ちいただく、お取りいただく、ご確認いただく、ご出席いただく。この場合、この行為をするのは相手です。今回のこの動画の中だったら、私が撮影しますね。私が写真とか動画を撮りますね。そして動詞の形ですが、お何々いただくの場合は、真ん中に動詞のます形のますを取った形を入れます。例えば一つ目の例だったら、お待ちいただく。動詞の部分の待ちは待ちますのますを取った形です。お待ちいただく。二つ目のお取りいただくの場合は動詞の取りますのこのます形のますを取って真ん中に入れますね。お取りいただく。そしてご何々の形の場合、この場合は確認する、出席する、
撮影するといったこういうタイプの動詞が使われます。このするを直接取って確認、出席、撮影の部分だけ間に入れます。今回の場合だったらご撮影いただくの形です。旗であるとかはご撮影いただいても大丈夫です。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はいご撮影いただいてもね。あ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。そして一番最後のでも大丈夫です。この部分は今回の撮影許可の動画の中で何度も出てきましたね。動画を撮る前には撮影しても大丈夫ですか？撮っても大丈夫ですか？そしてそれを YouTube に載せたい、YouTube で公開したい時には YouTube に載せても大丈夫ですか？でも大丈夫というこの言い方ね、よく出てきましたよね。今回はスタッフの方が私に対して言いました。ご撮影いただいても大丈夫です。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はいご撮影いただいてもね。あ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。そしてその後、私は確認のためにこのように言いました。そうなんですね。商品以外は。わかりました。ありがとうございます。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はいご撮影いただいてもね。あ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。そうなんですね。ここはそうなんですね。以外に、そうですか。でもいいですね。そうですか。わかりました。そうなんですね。わかりました。どちらを使っても大丈夫です。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はい。ご撮影いただいてもね。あ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。そして撮影についての相手のルールをもう一度復唱しました。商品以外は。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はい。ご撮影いただいてもね。あ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。ここでも先ほどの女性スタッフと同様に私はわーの後ろの部分を省略して言いませんでした。もし完全な文で言うなら、商品以外は撮影してもいいとか、商品以外はとっても大丈夫という言葉が入ります。でも今回はちょっとスピードの速い会話だったので、その部分は言いませんでした。そうなんですね。商品以外は。わかりました。ありがとうございます。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はい。ご撮影いただいてもね。あ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。それでは日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今、全体の内容について詳しく勉強したので、ある程度理解できるはずです。では、見てみましょう。どうぞ。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はい。ご撮影いただいてもね。あ、そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。いかがでしたか？では最後に字幕がない動画を見てみましょう。最初に字幕がない動画を見たとき、全然わからなかった方も今はある程度聞けるようになったと思います。ぜひ挑戦してみましょう。ではどうぞ。すいません。この館内って撮影することはできますか？商品以外は、はい。旗であるとかは、はい。ご撮影いただいてもね。あ、
そうなんですね。商品以外は。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、それでは撮影許可についてよく使う表現を他にもたくさん紹介します。まずは撮影許可をもらう場面です。今日紹介したとってもいいですかとかとっても大丈夫ですかという表現以外にもっと簡単な言い方もあります。それは直接写真いいですか？写真大丈夫ですか？写真 OK ですか？このような表現です。これは簡単で覚えやすいと思うので、ぜひ皆さん日本へ旅行に来るときにね、最初にこの表現を使ってみてください。前の部分には写真、動画、ビデオといった名詞を入れます。そして後ろの部分でいいですか？大丈夫ですか？ OK ですか？と聞きます。そして相手がいいですよという場合は比較的簡単だと思います。相手は大丈夫ですとかいいですよ、どうぞ OK ですと言います。でもダメな場合もありますね。ダメな時、スタッフの方は一般的にダメですとは言わないんです。この時は少し丁寧な表現を使います。例えば、写真はご遠慮ください。写真はご遠慮いただいております。店内の撮影はお控えください。商品の写真撮影はお控えくださいますようお願いいたします。このように遠慮とか控えるという言い方があります。これはレストラン、カフェ、ホテルとか、あるいは博物館、美術館とか、そういった場所で話すときによく使われます。なので、もしご遠慮くださいとかお控えくださいと言われたら、それはイコール撮影してはいけない、NG ダメということです。また、写真や動画を撮ってもいいけれどルールがあるという場合もありますね。その時によく使われるのはだけとのみです。だけとのみ、両方とも限定することを表します。例えば、このような例があります。ご注文いただいたお料理だけなら大丈夫です。ご購入いただいた商品のみ撮影 OK です。これは写真はいいけど、でも自分が注文して自分が食べる料理だけです。それ以外はダメですという意味です。また2つ目もそうですね。自分が買ったバッグの写真を撮るのはいいけれど、それ以外のお店の中にあるバッグは撮ったらダメですよというような、そういう意味です。だけのみというこの限定を表す表現もよく使われます。また注意をされるときですね。他のお客様が映らないようにお願いします。お客様やスタッフの顔が映らないようにご配慮ください。人の顔は肖像権があって、そういったことに敏感な場合はダメです。撮らないでくださいと言われる場合があります。なので、人がいない場所だったら撮ってもいいけど、人がいる場所はちょっと注意してください。例えば顔が映らないようにとか、映った場合はモザイクをかけてくださいとか、そういった細かい条件があります。はい。皆さんいかがでしたか？今日は撮影許可に関する日本語の表現をいろいろ見てきました。特に人の顔が映る場合ね、例えば店員さんの顔が映るとか、お客さんの顔が映る、それから、店内の商品の値段が映るとか、そういった場合はちょっと注意が必要です。皆さん次に日本へ旅行に来た時には、ぜひ今日勉強したフレーズを使って撮影許可をもらってみてください。はい、それでは本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。